乗り物の修理はしないんですか？戦車直したい。どうも、熊五郎お兄さんです。本日はこちら。じゃん。キューブラジオ3。前回作ったんですけどね。やっぱり軍事用にしてくれっていうね、コメントが多いんですよね。で、お兄さんもよくよく考えたんですよ。こういうね、教材ですよ。皆さん分かってますか？これ。教材です。軍事用なんかになるわけないでしょ？色塗って軍事用とか、そういうことやめてください、本当に。そういうの嫌いなんです、お兄さん。って思ったんだけどね。よくよく考えるとさ、まず基本的にサバイバル能力あるじゃないですか。発電できて、USB の出力もできて、ラジオ聞けて。ラジオ。言い換えれば無線ですよね。あと一つ。これですよ。モールス信号用の LED ライトがついてるわけですよ。これは軍事用だなと。そんな気もしてきたわけですよ。で、実際これお兄さんちょっと使ってるんですけど、いくつか弱点もあるわけですよ。まず充電ね。挿して、繋いでも充電しないんですよ。これね、回さなきゃいけないのよ。ほら。回せば充電できるんだけど、挿すだけじゃダメなのよ。まずそこが1点。仕方ないっちゃ仕方ないんだけどね。中に入ってるリポバッテリーが 300mAh かなんかなんで、ギリギリ教育には使えるけど、軍事用としては使えないよね。なので、内蔵バッテリーを大容量化することと、ハンドル操作なしで充電ができるようにしたい。で、あと、モールス信号用の LED ですけど、ボタンがね、ロックなんですよ。カチャって。この状態。さすがにこれだとね、モールス信号を打つの難しいんですよ。こんな感じですよね。意味は各自調べてください。ということで、今回やりたいのは大容量バッテリー化。あと、ハンドル回さなくても充電ができるようにしたい。あと、ここのボタンね。ロック機構壊すか、別スイッチつけたい。あと、音がこもる問題もあったんですけど、これはね、どうしようかちょっとまだ迷ってるんですよね。スピーカーを変えるだけでは多分治らないんですよ。ベストはね、多分、中に吸音材詰めちゃうのが一番簡単な解決方法なんだけど、なんでそこはちょっとまだ迷ってます。あとさすがにね、真っ白だと目立つんで、ある程度塗装はしていこうかなと思ってます。ということで、やっていきましょう。はい、まずある程度ばらしましょう。パワー弱いんだよな、これな。はい、分解できました。要はこのスピーカーさ、ダイソーのスピーカーって多分交換できるんだよ。なんだけどね、結局こういうペーパーコーンってさ、振動板が軽いから小さい力で鳴るイメージなんだよね。能率が高いんじゃないかと思うんだよ。これはね、交換しない方がいいかもしんないね。一応ここのネジ1本取れば、これ取れますね。スルッと。ね、付け替えて固めちゃえばいいんだけどね。あんまり魅力を感じないんですよね。スピーカー交換に。これなんかここにもう1枚基板なんか付けられるように作ってるね。この4点。1、2、3、4点。ここは使ってないはずだよ。追加基板入れられるんじゃないかな。この基板からここの面まで3センチぐらい。だいぶ隙間空いてんだよね。なのでバッテリーこう縦につけようかな。押しボタンスイッチをつける場所はね、正直なかなかないんだよね。ここソーラーパネルついちゃってるからさ。結構ギリだね、この辺は。この辺につけられればここだな。ダメだったら、ここのスイッチ、これを中を壊して、ロックを外す、ロックかかんなくするっていうのがいいかな。で、さっきスピーカーをダイソーのに付け替えられるっていう話したんだけど、これ8オームでダイソーのやつ4オームスピーカーなんですけど、ここについてるアンプの IC ね。これ、8002A って書いてあるんだけど、4オームスピーカーも対応してるみたいです。なので取り付けは可能。今回はいいかな。はい、スピーカー取れました。で、リポバッテリーがここに入ってて、ソーラーパネル取れました。これはひねれば取れますね。このストッパーね。ねじると取れる。はい。これでバラバラじゃないか？アンテナ取れて、そうですね、アンテナ線。あとは発電機だね。で、さらにハンドル取っちゃおうか。はい、これでハンドルを取れました。で、今回の塗装の難しい点は、文字が入ってるんですよ。こういう文字ですね。この文字はね、やっぱないとダメなんだよね。
特にこの辺とか必要でしょ。それをどうするか。あ、そう、基板も取っちゃうね。これやばい気がするな。液晶取れました。これでバラバラだね。はい、とりあえず、改造する前に一番時間がかかる塗装を並行して進めたいんだけど、この文字は消したくないんですよ。これに印刷する技術がないので、白を含む迷彩塗装みたいなのをちょっとチャレンジしてみたいと思います。ちょっとね、仕上がりが心配です。迷彩っぽくならないかもしれない。白が入ると。まあ、とりあえずやっていこう。一応使うのはね、これ。配給パーツっていうのかな。マスキングテープ for Cloud Camo。やり方書いてありますね。まあやっていきましょう。ようわからん。あ、これ結構でかいな、一枚一枚が。一枚がこんなでかい。これで文字をガードしてって思ったんだけど、すげえやりづらいよ。こういう感じ？こうやってプリントを守りたい。で、今貼ってるところはそのまま白が残るところですね。いやーなんか違うね。もうちょっとちっちゃいのでやればよかった。こっちの S サイズっていうのを用意した。小さいらしいけど。ほう、ロゴが貼れたよ。なんかダサくなりそうだね。フロントパネルこんな感じ。あと上パネル。成功するイメージが湧かない。お兄さん頑張れ。はい、こんな感じでマスキングしました。塗装は未だに迷ってます。今回ね、4色構成なんですよ。そう、未だに迷ってて、どうしても塗装に移れなくて、一回寝ました。お手本のある迷彩塗装じゃないんで、うまくいかない可能性が高いけど、文句言っちゃダメだからね。熊五郎それ、迷彩じゃねえからとか言ったらすげえ凹むからね。じゃあ塗装していきます。まずはゴム。みんなゴム忘れないようにね。まず出しからやっていきます。はい、次はプラスアフ吹いていきます。本体は今、乾燥待ちです。で、基板の改造なんだけど、強材なんで回路図がついてます。素晴らしい。これが保護 IC ですね。まあ、AC アダプターだったり、太陽光パネルだったり、ダイナモから来る電気っていうのが 5V で来て、ここに入って、こっちから出すと。
まあ、要は 5V をリチウムイオン電池に直接入れちゃうとパンクしちゃうんで、充電制御を行っていると。ただ、出力の経路を見てみましょう。直接いってんだよ。ラジオ基板側にその出力の安全装置があるならまあまあいいんだけど、もしかすると、リチウムイオン電池がね、3V 切って 2.6 とか 2.5 とか、その限界以下の電圧になった時に壊れる可能性あるよね。要は出力の安全回路がない。電源プラスマイナスここにあるけど、ここでショートさせたら爆発するわけですよ。何も入ってないから。なので、このチップは外してしまって、この基板はね、重放電両方とも管理してくれるんで、この IC2 をこの基板に置き換えます。この IC ですね、置き換えるのは。この4番のピンっていうのが、5V が来るんだけど、この 5V のところを、ここですね、インのプラスに入れます。これをマイナスにつなぎます。リチウムイオン電池とは、ここのプラスマイナスでつなぎます。この端子の内側ね、4つあるうちの内側。で、出力に関しては、こっちのアウト、プラスマイナス、こっちから出します。そうすることで、入力と出力、両方とも制御されると。この基板の方だったらね、充電と放電両方とも制御してくれるんで、あと安全装置入ってますんで安全かなと。これに、ここの回路ですね、丸ごと置き換えると。で、手回し発電もそのまま使えるんで。でこの USB 出力を、この内蔵電池から出力できるようにしたいっていうことに関しては、もう直接配線を飛ばしてあげて、で、切り替えスイッチつけようと思います。オンにしてたら、リチウムイオン電池で充電できますよ。で、オフにしたら、ノーマルと一緒。ダイナモ発電機で出力できますよ、みたいな。そんな感じにすれば、元の機能そのまま、で、安全性を高めて、バッテリーを大容量化してっていう感じでできるかなと思ってます。リポ充電、USB 出力、この切り替えもそのまま使えるし、そんな感じです。はい、こんな感じで塗装できました。結構いい感じじゃないかな。基本的に全て陸上自衛隊のオリーブドラブにしました。足付けはしなかったけど、プラサフは吹いてあります。で、こういう文字はね、マスキングして残してあります。別に Bluetooth は残す必要なかったんだけど、で、ここからカスタムしていきます。で、筐体の加工なんですけど、まず本体に押しボタンスイッチをつけたい。一応これ見つけたんだけど、ゲームモードって書いてありますけど、こんなスイッチ。プッシュロックですね。これをね、この辺につけようかな。内蔵バッテリーで USB 出力ができると。そういうスイッチにしてあげようと思ってます。ということで、まずはリチウムイオンバッテリーを作っていきます。はい。で、バッテリーの設置位置なんですけど、ちょっとこの基板大きいんだけど、ここでつけてしまって、この上にバッテリーつけて、で、フロントパネルが来るんだけど、一応でギリギリ逃げる。横から見るとこんな感じね。ここでカットしちゃう。はい、タックライフ。あと保護メガネね。じゃあカットしちゃおう。はい、じゃあネジ穴開けちゃうね。はい、加工して、ここに合うようになりました。じゃあこの基板にね、バッテリー作っていきましょう。で、今回使うセルはこれですね。ダイソンから外したソニーの VCT4 ですね。これを使っていきます。一応両方とも 3.8V まで充電してあります。タックライフめっちゃ役に立つね。このね、外した時のこのギザギザ、これをきれいにします。OK。で、ケースで固定します。で、バッテリーは並列ですね。プラス同士、マイナス同士でつなぎます。こんな組み合わせですね。スポット寄せ付き。はい、フルパワー。で、こういう電池になりました。はい、まずね、この USB 端子邪魔なんで、これ取っちゃいましょう。低融点ハンダで取っていきます。取れたけど、なんか変な取れ方した。あ、一本残ってた。あたたたたたた。熱い。こんな感じで固定します。で、固定方法はプラリペアですね。くそ。
一応プラリペアで固定できてます。で、とりあえずバッテリーが来ました。で、ここに基板を配置します。これがバッテリーの充放電の管理をする基板ですね。で、この出力が、4.2V から 3.2V とか変動するので、この基板で 5V 一定にしてくれると。そういうものですね。アウトプラス、アウトマイナスからは2本ずつ出る感じだね。1本はこいつに入れてあげるけど、1本は電源基板に持っていかないといけないんで。裏にも端子があるんでね。でこれをね、浮かして固定したいんだけど、はい、一応基板裏は絶縁しました。プラ板というか、何板これよくわかんないやつ。いつもレジンいじるときに使うやつね。そうね。これを1枚裏に入れて、これでいこう。制御基板はこんな配置で、今両面テープで止まってるだけ。で、これもプラリペアで固定しちゃうわ。こんだけつけりゃいいだろう。こういう時はね、いっぺんに来ちゃダメですよ。いっぺんに行くとバチンときますんでね。1本ずつカットしましょう。危ないからね、これね。多分まだね、電圧出力してないんじゃないかな。出てるね。もう動いてるね。こっちがプラスだね。で、基板に行く配線の長さがちょっとわかんないんですよ。半分で使い切っちゃおう。はい。これ 5V 出力ね。ちょっとね、こっから2本出すの難しいんで、配線分けちゃいます。あと、充電の配線もしなきゃいけないのか。配線だらけですね。はい、配線はね、こんな感じになりました。出力は別にもう1経度出してあります。あと出力 5V。5V インですね。とりあえず組み込んじゃおうか。結構しっかりついた。こんな感じですね。で、フロントパネルもちょっといじんないといけないんだよね。フロントパネルいじるところは LED。ここはもう、ここだね。LED のスイッチ。スイッチはこの上の2段だね。下は使われてなさそうだね。そうね。この上下でやってるね。これで OK だね。かっこいい。かっこよすぎ。で、こっからもう一個あるんですよ。穴開けが。モールス信号用端子だね。そうか。USB 出力のスイッチつけてないね。ごめんね、バタバタしてて。ここに押しボタンスイッチを追加します。はい、元気よくハンダ付けしていきましょう。LED からの線ですね。DC ジャックに配線しました。ナット入りません。やっちまった、マジで。やっちまったな。こんな感じね、外から見ると。まあいいや。プラリペアで固めます。あと DC5V 出力を USB に流すやつだね。はい、上のスイッチつけました。これ USB の充電ボタンだね。内部電池で充電するためのボタン。プラリペアで固定してあります。で、こいつもプラリペアになります。で、ここから電源基板だね。やっとだよ。まずね、これがリチウムイオンバッテリーのプラス端子ね。充電の制御やってます。発電機からの DC ジャックからの電気。ソーラーパネルからの電気。全部 5V です。リポバッテリーを充電するための、電源ラインですね。プラスライン。ちょうどよくこの TP6 っていうのがあるんで、ここをもらいましょう。ここ 5V 充電の端子ですね。で、これはもう使わないので取っちゃいます、これ。で、低融点ハンダで取ってみます。もう取れるね。はい。はい、取りました。
じゃあこの TP6 からハンダ持って、で、グラウンドはどこでもいいんだけどね、この電源端子からもらうか。なるべく近いっていうことでね、こっちにしましょう。バッテリーの充電ですね。で、3.7V。これは元のところにつけます。元のリポバッテリーのところですね。ここにつけます。この辺ね、怖いんだよね。もう電源入ってるんで。隣につくとショートします。で、最後、このプラスマイナスは USB 出力。ここですね。USB の出力。直接つないじゃいます。プラスマイナスだね。あ、こっち使おうか。この TP8。こっち使おう。で、ダイオードは基板に入ってたんで、別にはつけないです。マイナスはこっちで取っちゃいますね。はい。はい、配線しまくりでしたが、多分これで大丈夫だと思う。なんかお兄さんが作るとどうしても爆弾っぽくなっちゃうんだよね。そこだけはなんとかしたいね。はい、ということで、軍事用キューブラジオ完成しました。どうですか？後ろこんな感じね。下はゴム足つけました。でね、横のパネルはね、もう一個の黒パネルをつけました。結構苦労したのはこの4色迷彩ね。白グレー、ライトグリーン、自衛隊、オリーブドラブ。じゃあ動作チェックやっていきましょう。スイッチオン。ネットの配線がこれ以上伸びないからね。OK ですね。ライトはつきますね。発電はバッテリーチェック緑になってるね。リポのところがオレンジ色に光ってる。これが充電中ですね。つか重くなった。やっぱバッテリー容量増えると重くなるね。で、充電は元の仕様を崩さないように改造してるんで、USB つないでスマホつないでも無反応ですね。で、ちょっと後ろ回してみるね。充電開始します。で、何もしなければ充電してくれないと。つないでも無反応。で、今回つけたのがこの内部電池で USB 出力するボタンですね、ここ。これ効くかな？効きます。オン。はい。充電してくれます。充電できるかどうかちょっと見てみようか。DC ジャックつないで。充電してるね。リポのとこ光ってるでしょ。もうリポじゃなくなっちゃったけど。あとね、ハンドル上げると、中の基板の LED 見えるんですよ。赤いの見えるでしょ。なので、充電完了すると多分ここ赤が緑になると思うんで、見えなくなるなと思ってたんだけど、見えました。よかったよかった。で、本体の充電のしすぎもないと。使いすぎもないと。重放電両方とも管理してあるんで大丈夫です。おいおい熊五郎、色塗ったぐらいで軍事用とか言ってんじゃねえよって思いましたよね。それは、これを見てから言ってください。プッシュオンって書いてありますけど、プッシュスイッチです。LED ライトでモールス信号を送りたいって言ってたじゃないですか。その端子がここにあります。ここにつないで、ちょっと画面ピカピカするんで苦手な方は注意してください。左手でこう持って、右手でこうですね。これで、こんな感じでモールス信号が送れます。ここのボタンをペカペカ押さなくてもモールス信号が送れます。まさに軍事用。やっぱ別スイッチは必要だと思うんですよ。戦場でね、ここのボタンピカピカしながらね、モールス信号なんて押してたら、まだ前面パネルでモールス信号を送ってるのって煽られますからね。やっぱりね、元の性能をそのまま活かすっていうのがね、なかなか難しかった。手回し発電とかね、その辺もクリアしつつ、バッテリーの大容量化っていうのは結構難しかったですね。これ作るの丸2日かかりましたんで、頑張ったよお兄さん。褒めてくれていいんだからね。はい、ということで、熊五郎お兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと最新の動画通知行くように通知ボタンオンにしておいてください。ということでね、本日はこちら。ふわふわとろーり滑らか、3層仕立ての濃厚チーズケーキ。あれなんか食べたことあるか？なんかこれ見たことあるな。いただきます。まず上からいこうか。3層って言ってるからね。上がスフレだって。ソースがけスフレ。あ、美味しい。その次がホイップクリームだって。
うん。で、一番下はチーズプリン。おお、甘いな。甘いけど美味しいよ。濃厚なチーズだね。甘い。ちょっと3層いっぺんにいきます。うん。美味しいけどやっぱちょっと甘いな。美味しいよ。だけど結構甘い。予想の 1.5 倍ぐらい甘いな。あんまり酸味がない感じでね。お兄さんこれ好きですね。だからもうちょっと甘さ控えてもよかったんじゃないかな。スフレも美味しいし、生クリームはね、まあ普通、そんな入ってないのよ。薄く入ってるだけ。で、下のチーズプリンが超濃厚で超甘い。はい。製造者、酒屋乳業株式会社。カロリー266キロカロリー。お値段税込み170円。はい。ごちそうさまでした。ということで、熊五郎兄さんでした。バイバイ。